アンゼルス国際空港ですね。まあ少しずつ綺麗になってきているんだろうと思うんですが、まだ理解できないところがここにありますよね。まあやっとこのスモーキングエリア、喫煙所というこういうところができましたよね。あれでも紙とかプラスチックとかいろいろ入ってるので燃えてしまうんだよね。よりもじゃあタバコをどこで消すのか、上になっちゃうんだよね、この上が。そのつもりで、そのために作られたものなのかなと思いますよね。よりも結局下にポイ捨ての感じになっちゃいますよね。なぜだろうね、こういうのは。ちょっと理解できません。普通の灰皿にすればいいのに、多分もっと綺麗にみんな使えるのに、ゴミ箱もない。灰皿はこういうもので、ちょっと足りないなものがな。なんでだろうな。国際空港のターミナルに入りました。こういうところもね、もうちょっとちゃんとやってほしいなと思いますよね。こういうところはね、ゴミ箱はやっとあった。ずっと探したのはないんだけど、ゴミ捨てようとしても入らないですよね。あと日本みたいに親切にそういうこれはプラスチック用、リサイクル用とかっていうのはよく書いてあるんですが、これは分かんないですよね。まあこの入り口入れるところから見ると、これはあれかな、新聞かなんか紙用のものかもしれないんだけど、ここはもうプラスチックと普通の燃えるゴミも、これも燃えるゴミとペットボトルも入ってて、すごい適当な感じなんだけど、もうちょっとこの辺はね、日本みたいになればいいんだけどね、分かりやすくこうゴミ箱を分けてね、分かれているやつがあればいいんだけど、これは使い物になりません。今日本にいますね。やっぱり先日アメリカのロサンゼルス国際空港と比べるとゴミ箱が随分違いますよね。まあアメリカが説明したように、何をどこに、捨てれば、どれに捨てればいいのかっていうのはアメリカはもうあんまり関係ないんだけど、日本は逆に非常に分かりやすくしてますよね。これはね、ここまでしているのは初めての見たんですけど、やっぱり日本はまた細かいということですよね。でも誰でも分かるように、字はこの読めなくても、ね、絵があるから分かりますよね。ここには缶を入れる、ね、ペットボトル用、ね、紙パック瓶とかね、紙のパックとプラスチック用のものとか、あと初めて見たんですけど、やっぱりあれ堆肥があれ用のためにこれ、汚れた、紙食べ残した分とか、これはあれですかね、堆肥っていうんですかね、用にもまたリサイクルされるのかな。新聞、これとこんなに分かりやすくたくさんのゴミ箱がある。まあリサイクルはもう重視している国だなというふうにまあ感じますよね。アメリカはもうそう、もう環境に優しいことしましょうと言いながら、ちょっとここまでやらなくてもね、でももうちょっと分かりやすいゴミ箱ね、ペットボトルと缶とあれぐらいは分かれるように、分かりやすく人が捨てれるようにしないと誰も協力するなんて、まあ協力しないよね。一つ言えることは、ある意味ではありすぎて、どれはどれなのかっていうのもありすぎて分かんない人もいる。まあって諦めてバッと捨てる人もいるんだろうと思うんだけど、でもまあかなり分かりやすいから、それ言い訳ですよね。ちょっと字読めなくても写真見ればある程度分かるだろう。もう説明まではね、ちゃんと丁寧に書いてある、日本語と英語でね。パシフィコ横浜にね、その廃棄物というんですかね、100% のリサイクルを目指して日々取り込みのを行っています。廃棄物のリサイクル効率上に向けて、適切に、分別されるよう皆様のご協力をお願いします。100% recycling is what they're aiming for here, and that is quite amazing. A full description. If you can't throw your stuff in the right box with this, I don't know, I think you got a problem if you can't follow these easy to understand detailed directions. Wow. ね、この堆肥のことをさっき言ったんだけど、汚れた紙、食べ残し、この分はですね、やっぱりこれで横浜市のそのね、この施設で
焼いてボイラーエネルギーになる、発電エネルギーになる。すごいな。ゴミはその後どうなるのかっていうのはことまではちゃんと説明してあるよね。素晴らしい。すごい。これはもう、はい、日本じゃないこれはないことはすごいなと思います。アメリカちょっと頑張りましょうね。これはね、一つはね、アメリカ人としてアメリカは、日本から習える、ことですね。すごいです。